今回は、タミヤの F35A を作成していきます。投票の結果、選ばれたものだね。よく見るとイタレリ社のロゴも入っているな。OEM 生産のものみたいですが、キットによっては、ちょっと違うものもあるみたいですね。若干ややこしいな。キットの中身です。こいつは、えらくシンプルだな。主翼と胴体が分かれていない一体構造です。長谷川のフランカーもこんな感じだったね。そういえばそうですね。細かな部品類もそれほど多くはないです。ステルス戦闘機だから、ゴテゴテしたものがついてないってことかな。そうかもしれません。早速作業に入りましょう。相も変わらずコックピットからか。そんなこと言っても、いきなり本体塗装からはできませんよ。操作パネルの類は、艶消し黒で塗装です。たまには他の色で塗りたいな。ショッキングピンクとか。そんな色のコックピット、疲れます。狂気の沙汰と言えるでしょう。正面のケーキ板も艶消し黒です。こいつは、液晶ディスプレイらしいね。シートの部品、3点セットです。持ち手が作れなかったんで、プラ板に貼り付けて塗装だな。地味に小さい部品なんで組み立ても気を使います。今回は、と言うべきか、今回もと言うべきか、組み付ける前に色々塗装が必要です。こういった、エアインテーク周りの部品に加えて、ランディングギアの基部を塗装していきます。ここら辺は、まだ組み付け後も見えるものだね。逆にエンジンなんかは、見えない部品ですね。嫌に造形が凝ってるから困るよね。塗装もしっかり施しておきましょう。塗装が一通り完了したら、デカールを貼り付けていきましょう。デカール式コックピットが最近多いな。ぴったり形が合ってくれれば問題ないです。逆に合わないと、どうしようか頭をひねることになるな。水に浸した後だったりすると、なおのことですね。機体パーツ貼り合わせの準備ができました。ギア格納庫の白色が眩しいな。はい、今回、ミスターカラー GX の、クールホワイトを5分の1ほど混ぜてみました。歌い文句にある、鮮やかな発色というのも、ラテじゃないってことかな。なかなか頼もしいですね。それでは、機体下面のパーツに、上面のパーツを貼り合わせます。コックピットの部品は、上面にくっつけてあるんだな。今までに見たことのないパターンだ。貼り合わせの状態は、とても良好です。やはりイタレリと言っても最近のキットだな。念のため、クランプでホールドする必要はありますけどね。最後に水平尾翼を取り付けたら、本体塗装前の組み付けは完了です。じゃあ、その塗装に行ってみようかね。今回、機体の大部分を覆うのは、ミスターカラーの305番、グレー FS36118、米製空明彩色です。F16 なんかでも使うやつだな。その F16 で使ったのが残っていたので、今回、渡りに船でしたよ。1度目の塗装の結果です。当然ながら村放題だな。で、機体の上面はどうなった？ゆえあって見せられないんです。なんだそれ。間違って2度目の塗装を始めてしまったのです。ドジも良いところだな。動画作成者の自覚が足りないな。返す言葉もありません。さて、2回目の塗装です。けど、F16 なんて動画にないから随分と前のものだよな。記録を調べたら、2012年12月のものでした。塗料が劣化してなくてよかったな。塗っている感覚としては新品とほぼ変わらないですね。どのくらい持つのか、個人的に気になるな。2回目の塗装の結果です。機体がコンパクトなだけに、それほど苦戦せずにいけそうだな。そうですね。今のところ経過は良好です。今回、機体パネルの薄いグレー部分を、できるだけ避けて塗装しようと思ったんですが、なかなか難しいです。下手に遠慮していると塗り残しができるしな。後で塗り重ねることを前提に、すべて塗りつぶした方がいいかもしれませんね。3回目の塗装の結果です。濃い灰色の割にはムラが目立つかな。そうかもしれません。試着した結果、かなり薄めになってましたから、その影響かな、と思います。続いて塗り重ねを進めていきましょう。何回くらいの塗り重ねが必要だろう。そうですね。あと、2、3回必要そうですね。このキットは、広い平面が少ないから、それほど苦戦することはないと思ってたのにな。4回目の結果です。
だいぶムラが目立たない状態になったな。そうですね。あと一息といったところでしょうか。続いて、5回目です。実は、今回の本体塗装は、見えないところで手間がかかってるよな。はい、裏表一気に塗れないんですよね。機体を持つことができなくなるからな。無理すれば、平気庫で持てるんですが、失敗のリスクを回避いたしました。5回目の塗装の結果ですが、ほぼほぼ、完成に近いですね。あとは、ラスト1回ってところかな。はい、その通りですね。しかし、6回も塗ることになるとはな。けれど、機体がコンパクトなので、1回の塗装時間が短いのが救いです。実質、48分の1スケールのものに比べたら、半分くらいの時間で仕上がってるかな。それくらいですかね。6回目の結果だが、5回目との違いがわからないな。ある意味、これ以上の塗り重ねは必要ないってことですね。じゃあ、メインの塗装は、これでひとまず完了だな。では、次の工程へ行きましょうか。次は、パネルラインの薄いグレーの塗装です。マスキングして塗装するのか、さすがに。フリーハンドで行こうかと迷いましたが、やはりマスキングを選びました。マスキング部分の塗装は、マスキングテープに沿った方向に、筆を動かすことに気を使います。テープの方向に筆を動かすと、テープに引っかかる形で塗料が大量に付着して、バリができてしまうんだよね。何度か塗り重ねた結果です。これで3回くらいだったかな。そうですね。あと1、2回必要ですね。マスキング塗装は、裏面の方が実は大変だな。ラインが入り組んでいる上に、極端に細い部分もありますからね。肩こりがとてもひどくなりました。マスキングテープを剥がしていきます。テープを剥がす瞬間は緊張だな。染み出していないか、ドキドキしますね。ここら辺は綺麗なもんだ。入り組んだところは、完璧とはいかないでしょうね。やはり、ギザギザ部分は、染み出してしまっています。バリのようになってしまっている場合は、若干削ってから、面相筆で修正です。はみ出したりすると2度手間になるから注意だな。機体の塗装が一通り済みましたので、デカールの貼り付け工程へ進みます。小さいデカールが入り組んでるな。切り出しが大変そうだ。ただ、余分な透明部分があまりないので、切り出し自体は、それほど手間がかからないですね。ただ、アルファベットや数字は、余白がかなりあるので、できるだけ取り除きます。あんまり攻めすぎると台無しになるから、注意が必要だけどな。デカール自体が小さいですしね。最後にノーステップのアラート表示を貼り付けます。それなりの数があるみたいだね。どうでしょうね。ジェット戦闘機なら並の数ですかね。貼り付ける際は、注意が必要だな。綿棒などで無造作に押さえると、綿棒側にくっついて大変なことになりますね。そして、機体作成の最終工程は、墨入れです。汚しはやらないんだな。最新鋭なので、しない方向で行きたいと思います。はみ出さないように注意したんですが、若干、しくじった部分を綿棒で拭き取ります。エナメル溶剤を少し含ませて拭き取りだな。仕上げに垂直尾翼を取り付けましょう。機体の作成は、ひとまず完了だな。次は、細かい部品の塗装に行ってみよう。今回の F35 は、塗装の際の持ち手に困るものが多い印象です。プラ板に貼り付けて塗装だな。毒オクラはバサラまでなので、ギアカバー類は、全部プラ板貼り付けでいきましょう。内側は、艶消し白、外側は、機体と同じ配色だな。そうですね。なので、薄いグレーはマスキング塗装です。ギアカバーの塗装で、一番手間がかかった機体だね。続いて、ギアの支柱の細かな部品や、支柱そのものを艶消し白で塗装していきます。これらの部品は、塗り分けがあるんだよな。シルバーや艶消し黒で細部を塗り分けいたします。ここもはみ出すと厄介なことになるから、細心の注意が必要だな。そして、タイヤについても塗り分けで対応していきましょう。ホイールとタイヤ部分の塗り分けだね。これもホイールが白なんで、はみ出し厳禁です。水蒸気とかを除くと、ほぼ毎回、登場する工程だな。今回、武装としてミサイルと爆弾がついています。こっちは、ミサイルの方だね。AIM-120、アムラームだそうです。
翼面について、今回はマスキング塗装してみましたが、結局、大きな修正が必要でした。凹面部分のマスキング、うまくできないんだよな。爆弾の方です。こいつは、自由落下爆弾を精密誘導爆弾に、化けさせるキットを取り付けたものみたいだね。オリーブドラブ部分の塗り分けに、マスキングを利用しましたが、こちらは、それなりの成果が上がりました。仕上げは、クリアパーツの塗装です。センサーの部品は、裏側からスモークで塗装だな。オスプレイでもやった手法です。そして、キャノピー。と行きたいところですが、トラブル発生です。パーツを少し触っただけでポロリと割れてしまいました。接着して磨けばなんとかなるかな。なんとかなりましたので、塗装です。すごくあっさりだな。本当に接着して磨いて、サーフェイサー塗って確認しただけですからね。そして、キャノピーも、今回は、マスキング塗装か。今回は、マスキング積極活用ですね。これで、部品塗装は、完了です。数はそんなにないんだけど、塗り分けが多くて時間がかかった印象だね。さすが最新鋭機ですね。言ってることがちょっとわかんないな。今回の組み立ては、それほど時間がかかりませんが、難易度は高めかもしれないです。ギアの取り付けは、変哲もない作業に見えるけどな。はい、ここら辺の作業は、全然問題ありません。武器庫のカバーの部分が問題です。カバーに取り付け用の部品を接着して、さらにミサイルを付けた状態で接着します。計4枚あるから慎重にやらないと大変なことになるな。武器庫のカバーに比べると、ギアカバーは、安心安全です。素直に取り付けるだけだからね。最後にキャノピーを取り付けましょう。使う接着剤は、タミヤの多用途接着剤だね。クリアパーツの取り付けに便利です。ロッキード、マーティン、F35A ライトニング2の完成です。パネルラインの薄いグレーが特徴的だね。ライトニングの名前と相関があるのかな。どうなんでしょうね。背面は、こんな感じに仕上がっています。取り付けに手間がかかったカバーも健在だね。取り付けは大変でしたが、乾くと強固になりましたね。パイロンがなかったのが、ちょっと楽だったな。キャノピーは割れてしまい一時焦りましたが、綺麗に修復できたと思います。フレームの塗装に関して、少し荒いところが見えるから、修正しておいた方がいいかもな。パネルラインの薄いグレーのマスキングが、今回の作成の一番の山場でしたね。ここも、ほんの少しだけ修正した方がいい部分が、見え隠れするな。翼の平面部分の塗装は、かなり綺麗にできたと思います。まあ、面積も小さめだからね。後方からのシルエットは、こんな感じです。後ろから見ると、あんまりずんぐりしてないな。お気に入りなのが、このアングルです。真正面は、今まであまりないな。ステルス機の特徴が見て取れる角度かなと思います。今回の F35 は、今まで作ってきた航空機とは一味違ってたな。そうですね。独特なフォルムもありますが、塗装については、あそこまでのマスキングは初めてでしたね。さて、今回のリクエストによる F35、いかがでしたでしょうか。引き続き筆塗りによるプラモ作成を頑張っていきたいと思います。リクエストは、コメントでもらったものを候補にして、定期的にアンケートで投票してもらうって形だな。それでは、長い時間のご視聴ありがとうございました。コメントや高評価いただく方、ありがとうございます。また次回、よろしくお願いいたします。